大谷翔平がついに勝負どころで真の主役となった。沈黙を破り、土壇場で放った一撃はスタジアム全体を震わせる劇的な逆転スリーランホームラン。ここまで4試合もの間ホームランが出ず、多くのファンが次こそはと待ち続けていた中、その期待をはるかに超える最高の形で18号アーチを叩き込んだのである。日本時間28日、ドジャースは敵地でパドレスとの3連戦第2戦に臨み、大谷翔平は1番 DH としてスタメン出場。前日の試合では4打数1安打を記録したものの、チームは1対7で敗戦。連勝は3で止まり、しかも先発した佐々木朗までは5回途中3失点。さらに6つもの四球を与える苦しい内容で今季5敗目を喫していた。一方で、パドレスの松井裕樹は6回に満塁の大ピンチを無失点で切り抜け、地区ライバル相手の勝利に大きく貢献。日本人対決という意味でも、多くの注目を集めたシリーズとなっていた。そんな流れの中で迎えたこの試合。試合開始直後から、大谷には大きな視線が注がれていた。その理由は相手先発がウォーカー、ビューラーだったからだ。2024年までドジャースで共に戦い、ワールドシリーズ制覇にも貢献した元チームメイトとの再会。その最初の対決で、大谷はいきなり結果を残す。初回先頭打者として打席へ向かうと、カウント1ストライクから真ん中やや外寄りへ入ってきた82マイル。およそ132キロのスイーパーを完璧に捉える。鋭い打球はライト前へ一直線。2試合連続ヒットをマークし、幸先の良いスタートを切った。しかし、その直後に遊撃ゴロ併殺打となり、チャンスを広げることはできなかった。それでも、このヒットには大きな意味があった。オールスターゲームのファン投票で両リーグ最多得票を獲得した直後の試合。その最初の打席でしっかり結果を残し、スターとしての存在感を改めて示したのである。ところが、その後はパドレス投手陣の巧みな配球に苦しめられる展開となった。3回の第2打席、ビューラーが投じた外角いっぱい 91.1 マイル、約 146.7 キロの鋭いカットボールを最後まで見極めきれず見逃し三振。続く6回の第3打席では、フルカウントまで粘ったものの、内角へ食い込む 88.1 マイル、約142キロのスライダーを引っ張ってしまい、一塁ゴロに終わる。そして8回先頭で迎えた第4打席では、初球から 100.1 マイル、約161キロを超える剛速球に挑んだが、低め外角へのストレートを打ち返した打球はピッチャー正面。最後まで思うような打撃はさせてもらえず、この時点では4打数1安打。打率は2割9分4厘となっていた。一方、試合はドジャースが2回、レッツのソロホームランで幸先よく先制する。しかし、そのリードは長く続かなかった。その裏、先発、佐々木朗まれが突如として制球を乱す。先頭のマチャドには実に10球も粘られた末にフォアボール。続くシーツへの初球はまさかの暴投となり、虫二塁のピンチを招いてしまう。さらにシーツにも死球を与え、虫一、二塁。嫌な空気が一気に球場を包み込んだ。そして迎えたフランスとの勝負。2球で簡単に追い込み、ここで三振。という誰もが思ったその瞬間だった。しかし3球目、低めを狙ったスライダーがわずかに甘く入る。その1球をフランスは見逃さなかった。打球は高々と舞い上がり、そのままレフトスタンドへ一直線。逆転スリーランホームラン。スコアは一気に1対3へとひっくり返される。佐々木にとって、この1球が試合の流れを決定づける痛恨の失投となった。もちろん、この日すべてが悪かったわけではない。初回には切れ味鋭いスプリットで空振り三振を奪い、四球を与えた後もメリルをファーストゴロ併殺打に打ち取り、冷静な投球を見せる場面もあった。さらに3回には、外角低めいっぱいへ投げ込んだストレートで見逃し三振を奪うなど、本来の力強さを取り戻したかに見えた。4回も簡単には崩れない。マチャドに二塁打を浴び、さらにフランス、バグナーへ連続四球を与え、西満塁という絶体絶命の場面を迎える。それでも最後はデュランをショートゴロに打ち取り、追加点を与えず切り抜けた。苦しみながらも踏ん張る姿には、エースとしての意地も感じられた。しかし5回、その踏ん張りも限界を迎える。先頭打者に左中間への二塁打を許すと、続くテイラーにも死球。虫一、二塁となったところで、ダグアウトからデーブ・ロバーツ監督がゆっくりとマウンドへ向かった。その姿を見た瞬間、球場の誰もが交代を悟った。佐々木は静かにボールを手渡し、そのまま降板。
投球数は81球。記録は4回0、3を投げて3安打3失点。そして自己ワーストとなる6四球。5月には少しずつ本来の状態を取り戻しつつあるようにも見えていただけに、この日の内容は本人にとっても非常に悔しいものとなった。試合後、佐々木は率直に自らの投球を振り返った。制球を乱した最大の原因については、フォームや下半身の使い方に課題があった。と説明。全体的に良かった球種はなく、本当に苦しい投球だった。と、自身でも納得できない内容だったことを認めた。さらに試合を決定づけたフランスへのホームランについても、2球で追い込みながら最後に甘い球を投げてしまった。球種の選択が正しかったかどうかも振り返らなければならないが、それ以前に投げきれなかったことが一番の問題だった。と深く反省。その表情からは、大リーグの厳しさを改めて痛感している様子が伝わってきた。また、配球や試合運びについても、慎重に攻めた時には相手がしっかり待っていて、逆にストライクを取りに行けば積極的に打ちに来られた、と振り返り、打者の反応と自分がイメージしていた投球感覚が最後まで噛み合わなかった、と分析した。果たして、この苦い経験を佐々木は次回登板でどう生かすのか。そして、劇的な一発で流れを変えた大谷翔平は、この勢いのまま再びホームラン量産体制へ突入するのか。激しさを増すシーズン終盤。ドジャースと日本人スターたちの戦いは、ここからさらに大きなドラマを生み出していくことになる。しかし、この試合は佐々木朗までだけが苦しんだわけではなかった。ドジャース打線もまた、最後まで思うように流れを引き寄せることができず、試合全体を通して重苦しい空気に包まれていたのである。佐々木が必死に立て直そうと戦っている一方で、打線は相手先発ウォーカー、ビューラーを攻略できない。奪えた得点はレッツのソロホームランによるわずか1点のみ。かつて同じユニフォームを着て世界一を目指した元チームメイトが、今度は最大の壁となってドジャースの前に立ちはだかっていた。そして迎えた6回、まだ2点差なら十分逆転可能。誰もがそう信じていた。一死一塁から、パドレスは迷うことなく切り札、松井裕樹をマウンドへ送り込む。ドジャースはここで絶好のチャンスを迎える。フリーマンが鋭い二塁打を放ち、一死に、三塁。さらに死球も絡んで、一死満塁というこの非最大の好機が訪れた。スタジアムの空気は一変する。ここで一本出れば試合は完全に振り出し、ドジャースに流れが傾く可能性は十分あった。しかし、その期待を打ち砕いたのが松井裕樹だった。左打者2人を相手に冷静沈着な投球を披露し、一切動じることなく無失点で切り抜ける。最大のピンチをしのいだその投球は、まさに勝敗を左右する圧巻のリリーフだった。NHKBS で解説を務めた糸井氏も、この場面を、試合の流れを完全に決定づけた投球だった、と高く評価。満塁という極限状態でも自分のスタイルを貫いた松井の存在感は、誰の目にも明らかだった。ピンチを乗り越えたパドレスは勢いをさらに加速させる。8回にはタイムリーヒットなどで一気に4点を追加。ドジャースの反撃ムードを完全に断ち切り、勝負に決着をつけた。試合後、ロバーツ監督は古巣相手に好投したビューラーについて、カッター、スライダー、チェンジアップと多彩な球種を自在に使い分け、今もなお競争心を失わず進化し続けている投手だ、と称賛。さらに、パドレスにはリーグ屈指のブルペン陣が控えている。だからこそ、6回途中でビューラーを交代させる決断もしやすかった、と語り、相手投手陣全体の層の厚さを認めた。結果的にドジャースは、かつての仲間だったビューラー、そして鉄壁のリリーフ陣という二重の壁を最後まで突破することができなかったのである。一方、この試合前には別の話題も大きな注目を集めていた。それが、大谷翔平とラッシング星とのバッテリーについてだ。前回のツインズ戦で大谷が登板した際、サイン交換やチャレンジの判断が噛み合わず、マウンド上で大谷が苛立った様子を見せる場面があった。この件についてロバーツ監督は、チーム内ですでに話し合いを行ったことを明かしている。今後は全員が同じ認識で進める。もう二度と同じことは起こらない。そう力強く断言し、問題はすでに共有、改善されたことを強調した。さらに次回登板でもラッシングとバッテリーを組む可能性は高いとした上で、大谷は自分が投げたい球へのこだわりが非常に強い投手でもある、と説明。二刀流だからこそ求める精度の高さが、改めて浮き彫りになった瞬間でもあった。この日の大谷自身は、第一打席でヒットを放ちながらも、
最後まで試合全体の流れを変える一本を放つことはできなかった。佐々木は制球難に苦しみ、自ら課題を口にした。一方で松井裕樹は、わずかな登板機会で圧倒的な存在感を示し、勝利への流れを決定づけた。同じ日本人選手たちが、それぞれ全く異なる形で試合の主役となった一日だったのである。ドジャースは地区最大のライバル、パドレスとの初戦を落としたものの、順位そのものに変動はなかった。しかし敗戦だからこそ、多くの課題が浮かび上がった。大谷翔平の打撃は再び爆発するのか、佐々木朗までは崩れた制球をどこまで修正できるのか、そして、大谷とラッシングのバッテリーは次回登板で完全な呼吸を取り戻せるのか、すべての答えが次戦へ持ち越されることとなった。そして迎えた翌日のパドレス戦。スタジアムには再び大谷翔平への期待が高まっていた。この日も、1番、DH で先発出場。ファンが待ち望んでいたのは、4試合ぶりとなる豪快なホームランだった。ドジャースの先発マウンドには山本由伸。対するパドレスは、メジャー4年目、ドミニカ共和国出身27歳のランディ・バスケス。今シーズンは15試合に先発し、6勝5敗、防御率 4.17 という安定した数字を残している。実は大谷は、このバスケスとの対戦成績が決して良くなかった。ここまで通算7打数1安打。相性だけを見れば決して得意な相手とは言えない。それでも、誰もが、今日は何かが起きる、と期待していた。初回先頭打者で迎えた第1打席。3ボールから2球連続で見送り、フルカウントまで持ち込む粘りを見せる。しかし最後は外角いっぱいへ決まるストレートに手が出ず、見逃し三振。静かな立ち上がりとなった。しかし3回、その空気は一変する。ドジャースが1点を先制し、一塁に走者を置いて迎えた第2打席。大谷が鋭く振り抜いた打球は右翼線を真っ二つ。タイムリーツーベースとなり、リードは2対0へ。チームに勢いをもたらす貴重な追加点を叩き出した。5回の第3打席では初球から積極的に振り抜いたものの、レフトフライ。そして7回、一死二塁という勝負どころ。パドレスベンチは勝負を避ける決断を下す。大谷は敬遠。相手が最も警戒している打者であることを証明する選択だった。そして運命の9回。スコアは1点ビハインド。無視一塁。球場全体の視線が一人の男へ集中する。ここで打席に入ったのはもちろん、大谷翔平。カウント1ボール。運命の2球目だった。真ん中へ投じられた 96.5 マイル。およそ 155.4 キロのストレート。大谷は迷いなくフルスイング。打った瞬間だった。打球は轟音とともに夜空へ舞い上がり、誰も追うことのできない弾道でライトスタンド最上段へ一直線。飛距離457フィート、およそ 139.2 メートル。打球速度113マイル、約 181.9 キロ。まさに規格外。4試合ぶりとなる今季第18号は、試合をひっくり返す超特大の逆転スリーランホームランとなった。敵地は騒然。ドジャースベンチは総立ち。そして大谷翔平は、再び世界中に衝撃を与えたのである。この日、大谷は4打数2安打、1四球、18号ホームラン、3打点。まさにエースであり、主砲であり、勝負師、チームを劇的勝利へ導く最高のヒーローとなった。皆さんは、この劇的な逆転ホームランをどのようにご覧になりましたか？ぜひコメントで感想をお聞かせください。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。